よろしくお願いします。よろしくお願いします。前場と申します。職業は会社員なんですけれども、メーカーで人事総務系のお仕事をしております。よろしくお願いいたします。私も同じく会社員でして、不動産でマンションの計画のお仕事をしております。間取りは 3LDK で75平米になってます。家族構成は主人と私と生後半年の息子の3人になってます。特にその強いテーマを何か持ってインテリアを決めたわけではないんですけれども、家にいる時間、家で過ごす時間がどちらかというと長い方かなというふうに思っているので、居心地の良さっていうのを重視して、空間を考えてきました。3D のシミュレーションのサービスがありますっていうポップがあって、でこんなんあるんやって言って2人で眺めてた時にずっと担当してもらってる石本さんっていう方にお声掛けいただいて、こういうのあるんでよかったらっていうお話からじゃあお願いしますっていうのでシミュレーションしてもらって、でそこからあれよあれよという形でいろいろと家具を買わせていただいた形で。改めて自己紹介させていただきますと、今回前場様のご自宅のレイアウトのお手伝いをさせていただきましたアクタス店舗営業部の石本と申します。今日はよろしくお願いします。アクタスのサービスの一つに 3D プランニングサービスというものがございまして、お客様、今回前場様であれば前場様のご自宅の間取り図を参考にして実際にご入居する前でも立体的にご自宅のコーディネートとかレイアウトとか見ていただけるようなサービスをアクタスは提供してます。はい、なるほど。実際それを利用されて部屋が作られていくまでの過程も含めて各セクションごとに今日はお伺いできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どちらかというとあんまり広いお部屋ではないので、このダイニングとリビングを空間をつなげる一つの空間として家具を選べたらなというふうには思ってました。自分たちで考えて家具を買うっていうの自体がもうね経験がなかったので、どうしてもこれが起きたりそんなのも全くない状態から真っ白なところから石本さんに一緒に見てもらってって感じでした。今回前場様のようにお引っ越しが決まった方、ご自宅を購入されたりとかリフォームされる方にもまだ完成したご自宅に入ってない方とかもやっぱりアクタスのお客様いらっしゃいまして、で家具ってやっぱりお店で見るのとご自宅に搬入した時って全然印象が同じものでも変わってくるので、しっかりと3D プランニングサービスではお客様一人一人の間取り図を参考にしながらお部屋を立体的に作って、でどんなサイズのソファーがいいのか、どんなサイズのテーブルがいいのか、あとそれだけじゃなくて色のバランスとか照明の位置とかも含めてトータルで家に入る前にもすでに家に入ったような気持ちで家具選びとかインテリア選びできるようなサービスになりますね。やっぱり間取り図だけじゃね、あんまりイメージつかないところもあって、どんな幅で長さどれぐらいのダイニングテーブルを置いたらちょうどいいんだろうとか、そういうのも全然わからないんですけど、やっぱり立体的に見せてもらうとすごいこういうものを置きたいっていう感情が初めてそこで湧くというか、そんなのはありましたね。ダイニングは結構いる時間は長いんですけど、食事が一番当然長いですね。夜はちょっとこのリクリントの照明、これ調光式で光を弱くすることができて、あえてここの光を弱くして、であっちにある照明なんですけど、これもポータブルっていうんですかね、充電式なので持ち運びができて、これを真ん中に置いてここで本を読んだりとか日記を書いたりとか、それを毎日の夜の寝かしつけが終わった後のゆっくりできる時間みたいな形で毎日そんな時間を取るようにしてます。これもあれですよね、最初から何かこれはとかって決まったわけではなくて、相談していく中で変わってったりもしたんですか？
スープのシリーズとかは結構初めに決まったんですけど、そこからこうどういう素材のものにするかとか、これウォールナットの素材にしたりとか、あとあえてそのウォールナットと別の素材で椅子を選んだりとか。別の素材なんですか？はい。椅子はオーク材、へウォー。ールナットっていう組み合わせになってますね。椅子の形とかも何種類かあって、でこういうスタンダードな形と肘掛けをこう使えるような椅子とかも2種類をこう混ぜて使うような形で買いましたね。テーブル選んでいただくときも、3D プランサービスならではなところとしては、一般的に僕もよく4人掛けって横幅150センチで奥行き80センチっていうサイズで提案すること多かったんですけど、今回前葉様のご自宅だと 3D 見ながら横幅もうちょっとゆとりを持たせたとしても、しっかりソファーとの距離も保てたりとか、奥行きもちょっとゆとり持たせても窓までの距離までこれだけスペースがありますっていうのを見ていただくことができたんで、10センチだけちょっと大きくしましょうかとか、5センチだけちょっと大きくしましょうかっていうところも全部 3D で見ていただけてたので、納品させてもらった時も今のようなソファーまでの距離感とか窓までの距離感も取ることができてるかなっていうところですね。結構人を読んで人と集まったりするのが好きなんで、結果的にこういう大きなダイニングテーブルにしたことでたくさんの人を呼んでここで食事をしたりすることができるようになっているので、本当に良かったなと思います。ありがとうございます。続いてがリビング空間ですかね。はい。リビング空間もゆったり家族団らんを楽しめる空間っていう形ですね。やっぱりこう一番メインはこのプレイグラウンドのソファーになるんですけど、ここでこうどんな向きでも座れるので、ダイニングにいる人とこうおしゃべりしたりとかもできるし、テレビ真正面向いて見ることもできたりとか、これがすごいメインで使ってるものですかね。ソファーも今は白ですけど、グレーにするかとかもっと茶色っぽい感じにするかとかいろいろあって、最終的には白がこの一番存在感があって、その部屋の印象を決めるかなと思ったので、白になりました。片方の背もたれを下に置いてることが多くって、結構ラグに座ってテレビ見たりとかスマホ触ったりとかゆっくりしてることも多いですけど、大人2人いるとどっちかがソファーでどっちかがラグみたいな形で使ってることが多いですね。最初こうソファーの前って結構ここに大きいテーブルがあるようなのがスタンダードというかイメージであるんですけど、ちょっとそれは生活感が出過ぎちゃうかなっていうのがあって、テーブルなしで行こうっていうのもあったんですけど、ちょっとやっぱりドリンクとかリモコンぐらいは置きたいなっていうのでお話ししてる時にこれ結構アクダスさんの店舗でも置いてましたし、 3D のシミュレーションでも出してもらったりとかしてたので、ちょっと店舗にあるのを見てみて、で可愛いなっていうので、いろんなところで使えるのかなっていうのでここに置いたんですけど、計22のサイドテーブルすごい気に入ってます。もともとソファーも置かないかもみたいな話があったんですけど、それはどういうことなんですか？僕がこのお部屋をこう広く使いたかったんで、ソファーがあると、圧迫感があってちょっと部屋が狭く感じるかなというのを思ってたんで、そういう意味で初めはソファー置かなくてもいいかなって言ってたんですけど、彼女に大反対されまして一番くつろげる場所がないだなんてということで、ソファーを置くことになりました。当初置くかどうかと、あともし置いたとしても窓側のところにソファーを置いて、この空間を広く使ってテレビを見るっていう話で、一番最初の 3D プランニングサービスの時はご要望があってレイアウトしたんですけど、やっぱり今回の間取り図だと真正面にテレビがあって見ていただくっていうにはここの方がいいんじゃないですかっていうお話から、そこもやっぱ部屋の中心にソファーを置くのであれば一般的なソファーの形よりもどこからでも360度使えるプレイグラウンドソファーがいいんじゃないですかっていうのは僕も 3D の中でレイアウトさせてもらってこういうソファーの方が変な広くなるし使いやすそうですっていうお話をいただけて、最終このソファーが決まったっていうような流れですね。心が和む空間にしたいなっていうのがあって、
で、まあ、いくつか照明もいろいろ調べたりはしたんですけど、やっぱりこう同じメーカーで揃えさせてもらってっていう方がなんかこう全体の統一感があっていいのかなっていうのと、まあ、あれとちょっとまだ形は違ってブーケっていうものなんですけど、お花のブーケみたいな形ですごい可愛いなと思って、割と一目惚れじゃないですけど、これも石本さんとお話しさせてもらってて、クリントンの照明こういうのがあるんですっていうカタログ見せてもらって、あ、これいいなってなった商品ですね。これは最近買って一番のお気に入り。はい。あとはラグも結構ラグですね。いいかなと思っていて、ちょっと光沢感もあって、ちょっと高級感のある感じと、あとはでも毛並みがバラバラと言いますか、あんまり統一されてるわけじゃないので、なんかのっぺりした感じじゃなくて、なんか動きがある感じというか、柔らかい感じになっているのがすごく気に入ってます。もう家自体を統一感やっぱり出していくには、先ご主人様にご紹介いただいたラグとか、あとカーテンも、ドレープカーテンに関してはやっぱり面積が大きいアイテムってレイアウトにすごく影響してくるんで、そういったところもしっかりと統一感持った方がいいですってお話ししながら 3D プランニング見ていただいて、細かいところ一つ一つも選んでいただいたのも結果としてこれだけすごく過ごしやすい素敵なご自宅になったポイントになるかなとは思ってますね。カーテンをいい素材の高級なものにしようってあんまりそんな意識はなかったんですけど、石本さんのお話聞いて、でこれいいかなっていうのでみんなで選んで閉めた時にこう波打つ形がすごいこう均等で、本当にこう今はもう2年半とか経ってますけど綺麗に使えてるので、やっぱりいいもの買ってよかったなって思いますね。それだけ丁寧に扱っていただいてると思うので本当に嬉しい限りです。それはここが先ほどのリビング空間の横の部屋ですかね。はい。ここはどういった空間なんでしょうか。ここは私がドレッサーとして使わせていただいてて、で隣で主人が在宅の時にお仕事したりとかっていう形でこう広い長く2人で使えるテーブルを置いてます。で、最近はこの息子のお昼寝のベッドを置いてて、日中は結構ここで赤ちゃんが過ごしてるっていうような空間です。最初家具を揃えた時はもう何にもないぐらいの形で、おいおいちょっと揃えていこうかなって思ってて、でもその当時からその 3D のシミュレーションの中でこのテーブルを置いたらいいよっていう話は石本さんからしてもらってて、でずっと頭の片隅にはあったんですけど、住んで1年ぐらい経った後ぐらいにちょっとやっぱりドレッサーこう椅子座って使いたいなっていうのと、あとこのシューメーカースツール、もうすごいお気に入りだったんですけど、これもその当時買いたいなっていう思いもあって、セットで一緒に買っちゃおうかなっていうので購入したものになってます。高い方と低い方と2つ買ってまして、で高い方が私で背が高い主人の方が低い方なんですけど、ここでそのドレッサーとして使う時にも使ったりとか、キッチンに持ってったりとかもするんですけど、これを持って行ってキッチンでちょっとこう腰掛けながらちょっとしたもの食べたりとか、お料理長い時間する時とかはここで使ったりとかもしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり石本さんと本当に長い時間いろいろなこの3人でコミュニケーションを取りながら作ってきた家なので、本当に居心地のいい家になったのかなというふうに思ってます。で、アクタスさんの家具は本当に長く使えるもの、いいものが多いかなというふうに思っているので、ちょっと今後も大切に使わせてもらいながら、また新しいアイテムも増やして子供の成長に合わせて住みやすい空間を作っていけたらいいかなというふうに思ってます。一室本当に余ってるというか使えてないお部屋があるので、子供部屋としてこれからどうしようかなっていうのをまたゼロから考えるときに石本さんにお手伝いいただけたらまたいいかなと思ったりしてますし、そうですね、寝室も今は2人で使う用のベッドとベビーベッドがあるという形なので、まだちょっとずつアップデートしていきたいなと思ってます。
こうやって 3D インテリアプランニングとかってどういう感じで使えるんですかね？そうですね。今回前場様のご自宅の場合はもう本当にこう家一式っていう形だったんですけれども、例えばソファーだけ買い替えるとか椅子だけ買い替えるとか、そういった時でもご利用いただくことはできるので、そんなにこう 3D したいけど家丸々じゃないしとか気負いなく全然お気軽に申し込んでいただけるようなサービスにはなってますね。はい。料金とかかからず無料で行えるのと、店頭の申し込みと、あとホームページでもウェブの申し込みを行っているので、どなたでも気軽にお申し込みいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。